こんにちは。今日は縦長の模様の透かし編みでワンハンドルのバッグを作っていきます。で、縦長の模様ですが凹凸があるのでシンプルになりすぎずにちょっと凝った感じのおしゃれなバッグになると思います。で、模様は鎖と長編みと長々編みと長編みを繰り返していくだけの簡単なものです。で、このバッグはサイズの調整がとても楽で、この横幅になる作り目の数は奇数であればどんな数でも大丈夫で、そこは好みの大きさになるまでぐるぐると編んでいきます。で、深さはこれも好きな長さになるまで。で、ハンドルの長さも編みながら決めていけるので、簡単にイメージ通りのサイズになっていくと思います。で、このサイズは13センチで、お財布とかスマホとかが入るサイズですが、今回はこれを30センチぐらいの幅のバッグに編んでいこうと思います。で、この糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 ネイビーブルーで 50g 約120メートル、綿100で手洗いができて、で、使用かぎ針の目安が6号で、今回はこれを2本一緒にして、で、7号で編んでいこうと思います。あとはマーカーととじ針を使います。2本の糸を一緒にして鎖編みをしていきます。で、今回の作り目の数は奇数であればどんな数でも大丈夫です。で、編みながら好みの長さになるまで編んでいきます。今回私は33目で編んでいきます。で、33目で編んだ場合の出来上がりのサイズを後で書いておきます。で、この時の鎖編みはちょっとゆったりと編んでいきます。鎖編みが終わったら底を作っていきます。で、底はこの鎖の両端の目に細編みを3つ、こっちにも3つあるうちの真ん中からスタートするので、この目に細編みを2つでぐるっと編んで、最後にこの端の目に細編みをもう1つでぐるっと回ってからもう一度編むので、この目にマーカーをつけておきます。この表側の2本をすくってマーカーをつけておきます。こっちが裏で、こっちが表の2本で、この目に細編みを2つ、まず細編みをするので鎖を1つ、同じところに細編みを2つ、針から1、2、ここの裏山、まず細編みを1つ、これが1つ目の細編みで、後でぐるっと編んでから最後に引き抜くのでマーカーをつけておきます。同じところにもう1つ細編み、これで1つの目に細編みが2つ、ここからは1つの目に1つの細編みを続けます。反対側のこの端から2つ目ぐらいまで編んでいきます。まずこの2つ入れた隣の目、細編みを1つ、隣にもで、このまま端まで細編みを続けます。反対側まで来たら端の目には細編みを3つ、この目に細編みを3つ、まず1つ目、次は2つ目で、2つ目を編むときに糸端を向こうに寄せておきます。で、このまま2つ目、
で次は3つ目で、3つ目はこの糸端を針の上を通って手前に寄せておきます。でこれで3つ目で、この方が最後の目が目立ちにくくなります。で今度はこの3つ入れたうちの1つ目と3つ目にマーカーをつけておきます。次の週でこの目に増し目をしていきます。でここからは1つの目に1つの細編みをしていきます。まず3つ入れた隣の目で、ここからはこの糸端を編みくるんでいきます。次も次もで、このままマーカーの手前まで編んでいきます。スタート地点まで戻ってきたらマーカーのところに最後の細編み、ここにで最後の細編みにマーカーをつけておきます。これで一つの目に細編みが3つ、こっちにも3つで、3つできたら最初の細編みの頭に引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目で、2周目は3つ増し目をしたうちの端の目に細編みを3つ、こっちにも3つ、こっちにも3つ、まずこの目には今までと同じように1つの目に1つの細編み、細編みをするので鎖1つ、根元に細編み、これが2周目の最初の細編みなのでマーカーをつけておきます。で次は増し目、2つ目の細編み、この目に細編みを3つで、1、2、3で真ん中にマーカーをつけておきます。1周目では3つ細編みをしたうちの端の目にマーカーをつけましたが、これからは3つのうちの真ん中にマーカーをつけて次の週で増し目をします。ここからは1つの目に1つの細編みをしていきます。この反対側のマーカーの手前まで1つの目に1つの細編みを続けます。反対側まで来たらマーカーのところに細編みを3つ、で3つのうちの真ん中の目にマーカーをつけておきます。で次は真ん中の目には1つの普通の細編み、この部分なので普通の細編みで、ここは増し目で、3つのうちの真ん中の目にマーカーで、ここからはまた1つの目に1つの細編みで、この
タート地点のこのマーカーの手前まで編んでいきます。2周目の終わりでもマーカーのついた目には細編みを3つ、まず1つ目、2つ目で3つ目で、3つのうちの真ん中の目には今までと同じようにマーカーで、3つ目のうち最後の目には2周目の最後の細編みなのでマーカーをつけておきます。で、最後の細編みの後に最初の細編みに引き抜きます。で、ギュッとしてこれで2周目が終わりました。で、2周で終わる場合にはこのまま模様編みを始めて、でもう少し編む場合にはこのまま増し目をしながら編んでいきます。で、私は3周編んでいこうと思うので、鎖を1つ、根元に細編みで、次はマーカーがついていないところなので普通の細編みで、次は増し目で、3つのうちの真ん中の目にマーカーで、これは次の周で増し目をするところなので、ここで3周目で終わる場合にはマーカーをつけなくても大丈夫です。で、これ以上編む場合にはマーカーをつけてで編んでいきます。ここからは1つの目に1つの細編みを続けます。この反対側のマーカーの手前まで編んでいきます。3周目の反対側でもマーカーのついた目には増し目で、増し目をした真ん中の目にはマーカーで、3周で終わる場合にはマーカーはなくても大丈夫です。で、ここからはマーカーのついていない普通の細編みで、マーカーのところには増し目で、また反対側まで編んでいきます。で、ここまでマーカーの手前まで3周目の終わりもマーカーのついた目に増し目真ん中にはマーカーで、最後の細編みの上に最後の細編みで、またこれ以降も編む場合にはマーカーで、最初の細編みに引き抜きます。これで3周目が終わりました。で、次は側面を編んでいきます。で、これをもっと底を大きくする場合には好きな大きさになるまで編んでいきます。で、3周で終わる場合にはマーカーは必要なくなるので、底が終わったら鎖を3つで、3つ目にマーカーで、
鎖の隣の目に長編みを1本、鎖の根元はここで、隣長編みで、隣にも長編みで、この鎖3つは長編み1本の代わりで長編み3本分で、次は鎖を1つ、足元は1つ飛ばして2つ目に長編みで、次も長編みで、次も長編みで、鎖を1つ、足元は1つ飛ばして2つ目で、次も長編みと、長編み3本の鎖1つ、長編み3本の鎖1つでずっと編んでいきます。長編み3本の後は鎖1つ、足元は2つ目で、鎖1つ、長編み、これで1周します。ぐるっと編んできたら、長編みの後に鎖を1つ、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目、鎖を3つで、下から3つ目にマーカーをつけます。で、下のこの鎖を含めて3本あるうちの真ん中の長編みの上に長々編みの表引き上げ編みで、引き上げ編みはこの長編みの後ろに針を通してで、糸を引っ張ってきて引き上げていく編み方です。で、これを長々編みでするので、針に糸を2回絡めてで、長編みの後ろを通ってで、糸を引き出してこの4本のうち2本ずつ引き抜きます。これで長々編みの表引き上げ編みで、次は長編みの上に長編み鎖の上に鎖と長編みの上に長々編みで、長編みの上に長編み、これで凹凸ができました。次は鎖で、次は長編みの上に長編みで、また長々編みの表引き上げ編み2回絡めて長編みの後ろ糸を引き出してで、引き上げて2本ずつで、長編みの上に長編みで、また鎖の上には鎖で、長編みの上には長編み
でこの引き上げ編みがやりにくい時にはで糸を引き出す時にこのままちょっと斜め下に引っ張ってからで引き抜くとちょっとやりやすいと思います。いきなりこう上に引き上げるよりも斜め下に引っ張って糸を引き出す方がちょっとやりやすいです。で鎖、長編み、でこんな感じで一周します。模様編み2周目の終わりでも長編みの後に鎖を1つ、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目、鎖を3つ、3つ目にマーカーで下の引き上げ編みの上に引き上げ編み、長々編みの引き上げ編み、2本ずつで長編みの上には長編み。3周目以降は全部下と同じことをしていきます。鎖1つ、長編みの上に長編みで引き上げ編みで長編みでまた鎖、長編みと全部下と同じことを繰り返していきます。でこのまま好みの深さになるまで編んでいきます。でしばらく編んでいきます。そこは含めずにだいたい19センチぐらいまで編んできました。でちなみに横幅は27センチぐらい。ここでこの部分は終わりにしてで引き抜いて糸を切ってあります。ギュッとしてで次はこのハンドルの下の部分を編んでいきます。で真ん中を決めていきます。編み地のこう斜めになっているのを簡単に直してで真ん中大体の真ん中を決めて反対側もでこの四角の隣の長編みからスタートしたいのでちょっとずらして四角の中にマーカーをつけます。でこの長編みからスタートしたいと思います。でこの方がやりやすいと思うのでちょっとずらしてで四角にマーカーがついた状態でこの長編みの上から始めます。で新しい糸を持ってきてで引き抜いてしまいます。一回結んで同じところに針を入れて糸を引き出します。で鎖を2つ
1、2で、次はこの長々編みをジャンプしてこっちの長編みの上、ここに未完成の長編み、未完成の長編みは途中まで普通の長編みを編むようにして、この3本から2本からだけ引き抜いて、でこれが未完成の長編みで、こっちは鎖2つ、これと未完成の長編みを一度に引き抜きます。これで減らし目が1つで、ここからは今までと同じように模様編みをしていきます。でまず鎖を1つで長編み、次は長々編み、次は長編みで、鎖1つで長編み、この下の部分と全く同じことを続けていきます。で反対側のこの部分、マーカーのついた長編みの隣の長編みの部分まで模様を続けていきます。反対側のマーカーの手前でも3本の塊のうち1本目の長編みの上に未完成の長編みで、3本目にも未完成の長編みで、これを一度に引き抜きます。これで減らし目で、次は鎖を2つで裏返して、で2段目はこの長編みの上に未完成の長編み、反対側を見るとこの長編み、この端から2本目の長編み、ここに未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。鎖2つと未完成の長編み、一度に引き抜いて減らし目でマーカーをつけておきます。でここからは今までと同じように模様編みをしていきます。でここはこっち側から見ると表引き上げ編みで、これを反対側からしていきたいので裏の引き上げ編みをしていきます。まず2回絡めて、で表ではなくて後ろから針を入れて、で糸を引き出します。でこの4本を2本ずつ引き抜いていきます。次は長編み、これでこっち側から見ると表引き上げ編みで、また戻って今までと同じような模様になるように編んでいきます。鎖1つ長編みの上に長編みで引き上げ編み、後ろから針を入れて、で糸を引き出して2本ずつ引き抜きます。で長編みの上に長編みで、こっち側から見ると模様がつながって見えます。でまた模様編みを続けます。鎖1つ長編みで裏から
この時に引き抜きにくい時はちょっとこれを編み地を半分に折って、でこの部分に針を入れて引き抜くと糸を出しやすいと思います。で長編み、鎖を1つ長編み、2段目の終わりの方では長々編みの隣の長編みに未完成の長編みで、もう1本は減らし目をしたところ、ここに未完成の長編みで一度に引き抜いて減らし目で、次は鎖を2つで裏返して、下の長々編みはジャンプして次の長編みに未完成の長編み、ここはジャンプして次の長編みの上で未完成の長編み、これを一度に引き抜いて減らし目で、今回の減らし目はこの減らし目の部分では長々編みを無視して編んでいきます。ここを無視して両サイドの長編みでだけ2本を一緒にして減らし目をしていきます。で真ん中は今までと同じように模様編みをしていきます。でこっち側でも長々編みは無視して、ここと長編みの上で2本を一緒にして減らし目をしていきます。で減らし目ができたので模様編み、長編みの上に長編みと長々編み、3段目の終わりの方では長編みの後に鎖を1つで、最後の長編みの上に未完成の長編みで、この長々編みはジャンプして減らし目のところに未完成の長編みをもう1本で、これを一度に引き抜きます。これで減らし目、この減らし目のラインでは常に長々編みを無視して編んでいきます。こっち側も同じように長々編みを無視して、で端の鎖とあと未完成の長編みを2本一緒にして減らし目をしていきます。で次の段では鎖を2つで4周目で、次は長編みの上長々編みの1つ手前、ここに未完成の長編み、これで減らし目、ここにマーカーをつけておきます。でここからは今までと同じような模様編みで、こっちは表引き上げ編みだったので、こっちからは裏の引き上げ編みをしていきます。後ろから糸針を回して2本ずつで、長編みの上に長編みで、このまま端まで編んでいきます。残りが3目になるまで編んできました。33目で編んだ場合には9段、これは大きさによって変わってくるので3目になるまで編んでいきます。でここからはこの細くなっている部分を編んでいきます。と鎖を4つ123で、下から3つ目にマーカー123
で裏返して、このマーカーのついているところに長編み、でこれを繰り返してで長くしていきます。鎖を4つで、下から3つ目にマーカー、裏返して、でマーカーのついているところに長編み、で次も鎖4つ、下から3つ目にマーカーで裏返して、マーカーのついているところに長編み、で今回はこのストラップの部分をちょっと長めに編んでみようと思います。で反対側も同じように編んでいって、でこのストラップをつなぎ合わせていきたいと思います。両方で長くしていって、ちょっと中央から外れたところで縫い合わせていきたいと思います。反対側も同じように編んできました。で長さはこっちは四角の数が6個、長さは10センチで、こっちは四角の数が16個で、長さは26センチで、合わせると四角が22個の36センチで、これはちょっと短めにしたんですが、好みで長さを決めてください。ちょっと肩にかけたりして好みの長さにしてください。でここで糸を切って針で縫い合わせていきます。でこれを25から30センチ残して糸を切ります。この最後引き抜いた部分もほどいてしまって、なるべく薄くなる状態で縫っていこうかなと思います。でここでよじれていないか確かめてから、ここを結んでいこうかな。でこの端の3目、こっちも3目を合わせていきます。であんまりギュッとすると膨らんでしまうので、あまりきつくなく縫っていこうと思います。だいたいこの表側と反対側までいったら後ろ側を縫っていこうかなと思います。でこの最後にこの部分を編んでいくので、ここが大体でもほどけないと思います。でこれを後で針で糸始末していって、で一回この内側を編んでいきます。真ん中の四角から始めます。新しい糸を持ってきて、糸を引き出してしまって、で一回
結んでおきます。で、同じところに針を入れて、もう一回糸を引き出して、鎖を2つ、1、2で、次にこの長々編みの上らへん、ここに針を入れて糸を引き出して引き抜きます。鎖2つと引き抜き編みで、もう一回鎖2つで引き抜き編み、ここら辺にしようと思います。次の長編みの上で、今回はこういう感じで編んでいこうかなと思います。で、あまり目立たない感じで編んでいこうと思ったので鎖2つなんですが、これを3つにするともう少し可愛い感じになると思います。好みで3つにしてもいいかなと思います。これが3つにした感じ、こっちが2つのちょっとシンプルな感じ。今回は2つでやっていこうと思います。2つと引き抜き編み、もう一回2つで引き抜き編み、この間隔は大体で合わせていきます。この四角の部分も同じように鎖2つと引き抜き編み、で内側をぐるっと編んできて、最後の方ではもうちょっと鎖を編んで引き抜いて、で最後は今までは鎖2つだったんですが、ここでは鎖1つで、ここで糸を切って針で糸始末をします。15から20センチぐらい残して切って、でこの鎖1つを編んだ状態で糸を引き抜きます。で針をで、この最初に糸を引き出したところ、ここが糸を引き出したところ、ここが鎖2つでその前の糸を引き出したところ、この2本の糸の下に針を入れて、手前から向こうに針を入れて、で鎖1つのところに戻ってきます。ここに上から針を入れます。でこれが今渡した糸が一目に見えるので、これで鎖2つに見えて、で裏で糸始末をします。と大きさを揃えて、で裏で何回か糸を行ったり来たりさせて、これで糸を切ります。
でこんな感じで他の部分も糸始末をしていきます。この部分もで反対側も同じようにこの内側を編んでいきます。四角の真ん中に針を入れて糸を引き出してで一回引き出してしまってから結んで同じところで引き出して鎖を2つで引き抜き編みでまた鎖2つで引き抜き編みでこれで同じように編んでいきます。こんな感じに出来上がりました。幅は29センチぐらいで高さは22センチぐらいでこの部分はだいたい32センチぐらいでハンドルは36センチで内側を飾り編みしたので簡単なんですがちょっと変わった感じのおしゃれなハンドルになったと思います。で編み方はあっさりした編み方なので下の模様編みとイメージが揃ったと思います。よろしければ登録と高評価をお願いいたします。